ねがもらえない、なかなか評価がもらえないという方、ここを意識してください。質問来ております。20代、水色さんからの質問です。斉藤直樹先生はじめまして。いつも動画を拝見しています。去年の夏に先生の動画を見つけてから、再び二次創作のイラストを描き始め、再び SNS アカウントを作りました。おかげさまで、以前よりは多少見栄えがするイラストが描けるようになったような気がしていました。しかしやはり、X や Pixiv では思ったような反応は得られず、同じジャンルを描いている神絵師様のイラストを目の当たりにすると、自分のイラストがあまりに稚拙に思えて、自信をなくしてしまいます。毎回イラストを描くたびに、見栄えがするように構図を考える。顔をとにかく原作に寄せる。背景は描く。今回はこの絵師を参考に色を塗る。など、あれこれと意識をしているうちに、1枚描くのに30時間以上かかってしまうことが多いです。それでも、なんだか納得のいかないイラストにしかならず、評価もされず、後からアカウントを作った絵師フォロワーがどんどん伸びていくという現実に、ますます自分が描いてきたイラストに愛着が湧かなくなってきてしまいました。そもそも何が足りていないからイラストが見栄えがしないのかすらわからなくなってしまい、最近では描き始めるまでに心の準備から始めないと描けなくなってしまいました。描いてる間も、今回はどうせそれほど評価されないだろうし、とネガティブな感情さえ湧いてくるようになってしまいました。自分のイラストのダメなところが自分でわからずに、とにかく何かダメ、評価されない絵という見方でしか見られなくなってしまいました。イラストを投稿しても、思っている以上に伸びなかったら、最悪追消しして存在しなかったことにしてしまうこともしばしばです。イラストに感想をいただけたことのない孤独な人間なので、自分の強み、弱みを客観的に知りたいです。大変厚かましいお願いですが、先生の視点から見た率直な感想を知りたいです。イラストが少なく恐縮ですが、よろしくお願いします。はい。ということでね、X アカウント、Pixiv アカウント教えていただいております。水色さん、ご質問ありがとうございます。はい。文面からもね、すごくお悩みが伝わってきました。すごくね、こう悩んでいるような状況だと思うんですが、イラスト、すごく良かったですよ。はい。視聴者さんと一緒に見ていきましょうか。皆さんもね、水色さんのイラストを見て、いいなと思ったら、水色さんに応援のコメント残してくださいね。はい。1枚目こちらです。はい。着色もね、すごく丁寧にされていて、全体的にまとまった印象です。顔もしっかり描けているので、すごくね、こう魅力的なイラストですね。はい。そして2枚目。こちらもね、明るくて爽やかな印象で、好感が持てるイラストですね。あとはね、水色さんは顔にこだわりが強いのか、顔の崩れがね、他のイラストもほとんど見られません。そこがね、水色さんの強みかもしれませんね。うん。可愛いです。で、3枚目。今度は2人のイラストにチャレンジしています。2人になると、もう手とかが絡んだりね、あとはこう、もたれかかったり、体重を預け合ったりして、描くのが一気に難しくなると思うんですが、そういった部分に果敢にチャレンジしていくチャレンジ精神。これもね、本当に素晴らしいと思いました。水色さん、最高です。さあ、もう3枚ほど見ていきましょうか。はい、こちらは猫耳少女のイラスト。結構毎回ね、色に工夫しているのが見て取れますね。毎回違う色味にチャレンジしているのがいい感じだと思います。さらに、これも2人のイラストですね。二次創作中心ということなので、すべてね、二次創作イラストだと思います。誕生日の記念だったり、イベントに絡んだようなお祝いのイラストが多い感じですね。はい、そして最後はなんと3人のイラストにチャレンジしていますね。3人ね、一気に画面に描くのって結構大変なんですが、全員すごく可愛く描けていて、水色さんのこだわり、すごくね、感じました。とても素敵です。で、まずですね、最初に僕が水色さんに一番言いたいことを言います。はい、言いますよ。水色さん、気を落とさないでください。水色さんは着実に成長してますし、上手くなっていると思います。なぜかというと、本人はね、気にしていますが、1枚に30時間かかるのって、もうそれ自体がね、成長している証拠で、絵がね、こう、下手な人とか描けない人って、1枚にね、そんなに時間をかけられないものなんです。だって、どこにこだわったらいいのか、どこに時間をかけていいのか、そもそもね、わからないんですよ。初心者の人って。でも、水色さんは、30時間も1枚にかけて、絵をそれだけ良くするポイントを見つけられているわけですよね。それはね、もうすでにめちゃくちゃ上手くなっている証拠なんです。ただね、すでにもう上手い人と比べちゃうと、自分のまだ至れていない部分が見えてしまうので、それでね、こう、今、凹んでしまっているわけなんですね。なので、まずはね、しっかりと自分は成長している。ここはね、僕は断言できますので、そこを踏まえて次に進んでいきましょうね。で、今日僕がお伝えするのは、そこを踏まえた上で、その上でですね、もっと水色さんの絵をよくできるポイントです。はい。ダメ出しじゃありませんよ。水色さんの絵はすでにいいので、そのベースにもっとこの具材を盛り付けたら、もっとこの料理美味しくなるんじゃない？そういうね、ポイントをお伝えします。はい。何を盛り付けるのか。主に水色さんが気にされている、人に評価をされやすい絵を描くにはどこを意識すればいいのか。ここについてです。このポイントを押さえることによって、一気にね、魅力的なイラストが描けるようになると思いますので、ぜひね、今日の内容参考にしてみてくださいね。それでは早速、行ってみましょう。
下書きを4枚書いて、奇跡の1枚を出そう。まずですね、僕が水色さんのイラストを見たときに、ここが圧倒的に足りていないかもな、と思ったのが、案出しの部分だと思いました。つまり、絵を描き始めた後の問題というよりかは、絵を描き始める前の段階ですね。というのもですね、水色さんの絵は、本人ね、構図にこだわって描いているとおっしゃっていますが、ほとんど全部の絵がね、正面からまっすぐ描かれている印象が強いですね。おそらくですが、水色さんはすでに描くということについてはすごく一生懸命なんですが、他の人の絵やコンテンツを見るということに関しては、あんまりね、集中力を使ってないんじゃないかと、そういう可能性があると思いました。なので、絵を描く前にですね、ぜひ、いろいろなコンテンツ、いろいろな絵を集中して見てみてください。この絵いい、このシーンいいって思ったら、それをね、じっくりと見てみて、この絵の何がいいと思ったのか、どこから魅力が溢れてきているのか、そこをね、じっくりと観察してみてください。もうね、スクラップブックみたいなものを作ってもいいと思います。この絵もいい。この絵もいい。これいいな。こういうね、インプットを増やしていると、なんとなく魅力的な構図、魅力的なポージングのイメージが、ふわふわーっと自分の中に蓄積されていきます。その上でね、やってみてほしいのが、小さなラフ画を同じポーズでたくさん描いてみるっていうことです。1枚をね、いきなりしっかりと描き始めるんじゃありませんよ。小さな構図で適当な落書きでいいので、魅力的になーれ、魅力的になーれって念じながら、ラフをたくさん描いてみるんです。たくさんってね、言われてもどのくらいかわからないと思うので、とりあえず4枚描いてみましょうか。はい、僕もですね、試しにこちらの絵を元に、猫耳ちゃん4枚描いてみました。はい。すいません。二次創作ということなので、元のキャラクターがいると思うんですが、今回ね、絵の魅力について集中してお伝えしたいので、元のキャラについてはね、あえて調べずに描きました。なので、元のキャラクターを知っていたらね、全然似てないっていうことがあると思うんですが、そこは気にせずに魅力的な絵にするためのコツとして聞いてくださいね。はい。こんな感じでね、同じポーズではあるんですが、ちょっとずつ表情や仕草を変えながら描いていると、自分の今の実力を超えてですね、あれ？君めっちゃ可愛いね。どうしたの？本当に僕が描いたの？っていう奇跡の一枚が生まれることがあるんですよ。皆さんも経験ありませんか？はい。これですね、実は奇跡でも何でもなくて、これまで蓄積したインプットがたくさん書いているうちにね、脳から直接理屈を介さずにして出てきた、そういうね、現象なんですね。はい。この中で言うと、僕的に一番右の子がすごくよく描けた感じがしますね。表情もとてもキャッチーですし、絵を見た皆さんに一番喜んでもらえそうな感じがします。これですね、なんでたくさん落書きをすると奇跡の一枚が生まれやすいのか。逆に一枚をしっかり描こうとすると、なぜ奇跡の一枚にならないのかというと、一枚だけね、きちんと描こうとすると、ものすごく理屈で考えちゃうというか、そういうことが多いんですよ。こういう構図にした方がいいかもとか、こういうポーズにすると見栄えがいいかもみたいな知識がね、逆に邪魔をしてきて、絵がね、硬くなっちゃうことが多いんですよね。あとはね、もうただ単に手癖で描いちゃうから、いつもの絵になりやすいっていうこともあります。でも何枚か小さな落書きを続けることで、いつもの手癖を取り除いて、または理屈を飛び越えて、単純に可愛いイメージ、かっこいいイメージを脳に蓄積されているインプットから引きずり出してですね、絵の良さだけを抽出することができるんですよ。それが皆さんも一度は経験したことがあると思うんですが、奇跡の一枚なんですね。はい。そんなラフが生まれたらね、そこから改めてしっかりとした線画を描いたり、色を塗ったりして、その絵をしっかりと仕上げていくことによって、自分の実力をね、さらに引き出すことができるようになると思います。水色さんの絵はね、最初からしっかりと真面目に描こうとするあまり、少し硬くなってしまって、良さを出し切れずにいるような気がします。確実にね、描く力はついてきていると思いますので、次はですね、いいと思う絵をよく観察して、そしてたくさん落書きをする中で、奇跡の一枚を生み出してみること。これをね、やってみてくださいね。とにかくワクワクさせよう。次のポイントは、とにかく見ている人をワクワクさせようというポイントです。なんか、ふわっとしたこと言い始めたなって思った人もいるかもしれません。はいはい。わかります。ただね、いいねをもらいたいとか、人に評価をされたいとか、それ自体が結構ふわっとした内容なので、これはね、もう仕方ありません。ただですね、人をワクワクさせるためには、いくつかポイントがあると思います。例えばこちらの絵なんですが、さっきも紹介したように、キャラクターはしっかり描けていますし、大きな破綻もない、非常に整った絵だと思います。ただじゃあ、これを見てワクワクするのかと言われると、そこま
までのね、ワクワク感というか、気分が高揚する感じは感じられないんですね。はい。ちょっとまた僕なりにこの絵を描き直してみたので、見てみてください。どうぞ。はい。さっきも言ったように、二次創作の元のキャラを全く無視して描いているので、キャラクター自体はね、似ていないですし、キャラクター性も違っていると思うんですが、でもどうでしょう。ワクワク感という一点において見比べてみると、修正後の方がすごくワクワク感、気分が高揚する感じ、見て取れるようになったのではないでしょうか。なぜワクワクするように感じられるようになったのか。まずは、ものすごくわかりやすいポイントは、色です。主に背景の色を、サイドの低いベージュ色から明るいピンク色に変更しました。はい。ものすごく単純なことなんですが、鮮やかなね、色の方が人を引きつけやすいので、ワクワクするような感情を呼び起こしやすいです。上品なね、イラストに仕上げるには、サイドの低い色も重要なんですが、単純に人の目を引きつけたい、評価されたい、いいね欲しいっていう場合には、こういったね、明るい色を取り入れることで、その目標は叶えやすくなると思います。あとはですね、同じ画面に2人以上いる場合には、キャラクターによって高低差をつけてあげることもワクワク感につながります。元のイラストは横並びの2人がきっちりと同じ高さでポーズを取っちゃっています。同じ高さでね、2人を並べると、どうしても棒立ちのニュアンスがついちゃうので、結構それだけでね、硬い印象になりやすいんですね。なので、一方が一方にもたれかかっていたり、顔を寄せたりしてですね、無理やり高低差を作ってあげてみてください。僕が描いた絵は、向かって右側の子が高くなっていて、向かって左側の子が低くなっていますよね。こういう高低差をつけてあげると、それだけで絵に動きが出て、ワクワクするような感情を伝えやすくなります。次に2人以上ね、並べて描くときには意識してほしいポイントですね。何度も言いますが、これができていないからダメというわけじゃありませんよ。むしろ今めちゃくちゃレベルが高いこと言っています。水色さんは今まで育んできたその土台の上に、さらにこのポイントを意識することでレベルアップできるよということをお伝えしているので、プラスアルファの知識であることは忘れないでくださいね。絵の見どころ、ネタ、共感ポイントを必ず考えよう。そして最後、一番重要なことを言います。それは絵の見どころ、ネタ、共感ポイントを必ず考えようってことです。はい。というのも、水色さんのイラスト、あんまりですね、絵の見どころがどこなのか、どういうネタなのか、そこはね、ちょっとわかりにくいイラストが多くてですね、そこが共感にいまいち繋がらないっていうことが多いと思います。例えばですね、さっき紹介したこのイラストは見どころがはっきりしています。はい。この絵の見どころはですね、ほっぺの横でハートマークしているこのポーズ可愛いよねという見どころ、ネタですね。これはこの可愛い部分をしっかりと見ている人に伝わるように描けば評価に繋がっていくんですが、例えばこの絵はですね、確かにキャラクターは可愛く描けてはいるんですが、見どころがあるのかというと、特にね、見どころっていう部分がないんですよね。ただ正面から自分が可愛いと思ったキャラをそのまま描いたみたいな感じ。ポーズはね、一応取られてはいるんですが、このポーズが何を意味するのか見ている人にいまいち伝わってないので、このポーズってどういう意味なんだろうっていう疑問が先に立っちゃうんです。なので、いまいちね、共感に繋がっていない感じがしますね。これはね、すごくオーソドックスな案なんですが、例えばこういう感じで手を前に差し伸べて画面の向こうで見ている人とのつながりを作ってあげるということでも、こっちに手を差し伸べてきてくれているっていう共感ポイントを作ることができますよね。人に評価を求める場合には、画面の中のキャラクターが何をしているのかパッと見てわかるっていうのは一つのポイントだと思います。はい。それともう一点いきます。こちらのイラストですね。こちらは3人描かれていてすごく力作だと思うんですが、この絵にもですね、今と同じようなことが言えると思います。つまり、アイスを食べているというネタは含まれているんですが、なんかですね、ただ食べているだけというか、アイスがキャラクターの魅力にあまり繋がっていないような感じがするんです。アイスのようなですね、小道具を使う場合には、その小道具がキャラクターのどのような魅力を引き出せているのか、これを考えるといいと思います。例えばですね、このように食いしん坊すぎてみんなのアイスを独り占めしちゃうようなキャラクターがメインにいて、で、そのキャラクターだけが美味しく全員分のアイスを頬張っちゃっている。その後ろで悔しがったり、びっくりしているキャラクターを入れてあげると、これはね、すごく効果的ですよね。こういう感じで数人のキャラクターを描くにしても、メインのキャラクターをボンと真ん中に持ってきて、その後ろにキャラクターを小さく描いてあげることによっても、見どころをはっきりさせて、キャラクターの魅力をしっかりと伝えることにつながります。他人数をね、全員しっかりと魅力的
的に描く自信がない段階でも、こうやって大きさを違えることによっても、一番力を注ぐポイントが明確になりますから、絵描きにとっても見る側にとっても見やすい絵になると思います。はい。もう一つ別案です。例えばですね、こんな感じで、アイスを中心に持ってきつつ、そのアイスに対するリアクションが3人全員違うという感じにしても、キャラクター性が引き出せていいですよね。一人はね、インスタ映えのことしか考えていないので、ピースサインをしつつ、ウィンクを投げかけていたり、一人はクマアイスの可愛さに顔をほにゃーってね、ほころばせていたり、で、かたやもう一人は、もうアイスが食べたくてしょうがなくて、じーっとよだれを垂らしながら、アイスをこう見つめている。こんな感じで、同じような小道具を使ったイラストを描くにしても、この小道具を使って、キャラクターのどんな魅力を引き出そうか、と考えることで、全然違ったイラストの見せ方ができますし、結果的にその絵を見た側もね、あ、このキャラクターのこの表情可愛いよね。この反応めちゃくちゃ良くないってね、他の人にこのイラストをシェアしたいって気持ちになりやすいですよね。はい。もう一度言いますが、今日お伝えした内容は、めちゃくちゃレベルが高い内容なので、おそらくこれを聞いて、すぐにね、パッとできるようになる人は少ないと思います。なので、この動画をね、何度か見ていただいて、動画で言われている内容を自分の中にね、こう、落とし込んでみてください。そしてぜひね、次に描くイラストの中で、1個でもいいのでチャレンジしてみてくださいね。そうすることで、人に共感してもらう絵にするにはどうすればいいのか、評価してもらうためにはどのように描けばいいのか、感覚的に理解できるようになっていくと思います。諦めないで応援しています。お知らせです。パイインターナショナルさんから新書籍、これで生き残れる絵師サバイバルガイドが発売中です。前に出したうまく描くの禁止がお絵描き初心者用の本だとしたら、こっちの本はですね、お絵描き中級者から上級者用、結構現実的できつい内容も書かれた本になります。というかですね、はっきり言って、強強絵師になりたいっていう人に向けて書いた絵師をさらに強化しちゃう本になっております。なので、紹介している内容もですね、絵で成功したい時に絶対にやっちゃいけないことだったり、有名クリエイターになれる人となれない人の違いといったクリエイターにね、なりたい人に向けた戦略的な話題だったり、3年後に差がつく絵×マネタイズといったお金に関する話題だったり、絵に求められることが激変しているといったような業界の変化の話についても切り込んでいます。なので注意です。この本はですね、いつもの優しいテイストで、ほんわか語るような語り口ではなく、結構正直にビシビシと事実を言っています。なので、絵で食っていきたいっていう人にとってはめちゃくちゃ役に立つ内容になっていますが、いやそこまでじゃない。今やってるやり方否定されたくないっていう人にとってははっきり言って毒だと思います。人によってはね、うってメンタルに来ちゃう内容かもしれませんので、注意してご購入くださいね。概要欄に URL を貼っておきますので、興味がある方はこちらからぜひチェックしてみてくださいね。